こんにちは、ラグマタグスタッフの辻です。今回の動画ではタフティングに適した布の選び方、貼り方についてお話しします。タフティング用で作られていない布を使用すると布張りがしにくく、ガンとの相性も悪いため、布自体が切れてしまったり、複雑な線を打ち込みにくいなどのデメリットがあります。注意が必要ですが、打ち込むことができる布もあるため、作品によっては使用できるかと思います。当店で販売中のタフティング用の布2種類についてそれぞれ説明します。1つ目はガイド線付きのタフティングクロスです。5センチごとにガイド線がついていて、デザインのサイズ感がわかりやすく、打ち込む際の目安ともなり、初心者の方におすすめです。素材はポリエステル配合で張り感のある生地のため、布張りがしやすいです。また、目が細かいため、繊細なデザインが打ち込みやすいタフティングクロスです。2つ目は三好敷物さんの製品でも使用されているヘッシャンです。コットン 100%、国内生産でありながらお求めやすい価格なので、たくさんラグを制作される方にもおすすめです。タフティングガンに適した目の粗さにもなっています。裏面の仕上げ方によっては無地のため見た目の邪魔をしません。次は布張りについて説明します。使用するフレームに対して外寸から5センチ程度余裕を持った布のサイズで用意しましょう。実際に貼り方を説明していきます。十分に貼れるようフレームを万力などでしっかり固定した状態にしましょう。今回は寝かせた状態での貼り方を説明します。フレームを立たせた状態でも同じように貼ることができます。まずはじめに一辺をガイド線を軸にして貼っていきます。外寸から5センチ程度余裕を持って布を貼りましょう。ヘッシャンを使用する場合は、ほつれ止めの部分をガイドに貼ると分かりやすいです。この時、適度に張りを持たせながら手前に引っ張り引っ掛けていきます。最後に刺した釘の穴を軸にして鉛筆またはチョコペンなどで線を引きます。線が引けたら線上に一番角の釘に引っ掛けます。その際の引っ張り具合が重要で、引っ張りすぎても緩すぎてもきれいに貼れません。適度な力で引っ掛けましょう。その後、線上に布を釘に刺していきます。引っ掛けた穴を軸にまた線を引きます。最初に引っ掛けた穴からも線を引き、交差する点を角に引っ掛けます。書いた線に合わせてすべての辺の布を引っ掛けます。表面を叩くとパンと音が鳴るくらい貼れていれば十分です。布貼りは作品のクオリティにも関係するとても大事な工程です。正しく貼れると布の縦糸横糸が揃い、タフティングガンでラインを打ち込む際、スムーズにきれいに打ち込めます。布は一定期間貼ったままにするとどうしても緩んできてしまい、打ち込みづらくなります。そのため、貼ってからできるだけ早く打ち込みを終わらせるようにしましょう。今回はタフティングに適した布の選び方、貼り方について説明しました。これからタフティングを始められる方、タフティングにご興味のある方の参考になれば幸いです。今後もタフティングに関する情報を発信していきますので、よろしくお願いいたします。